はい、こんにちは、てんぱぽです。今日は ZSA が提供している Orix というコンフィギュレーターの使い方をご説明したいと思います。はい、そしたらですね、まずはこの ZSA さんの Orix コンフィギュレーターの概要みたいなところをお伝えできればと思うんですけれども、コンフィギュレーターというと、QMK コンフィギュレーターだったり、VIA だったりというところが有名かなと思うんですが、この Orix に関しては ZSA さんが提供しているキーボードに関してはこの Orix を使うことができます。この Orix ですね、かなり UI/UX が洗練されてて使いやすいというところがありますので、QMK とか VIA とまた違うですね、ユーザー体験というのが提供されているようなものになりますので、ここでぜひ使い方を学んでいただいて、ZSA さんで買った例えば Voyager とかをですね、ここでコンパイルするというところのやり方をご説明できればなと思ってます。はい、それでは早速 Orix の使い方をご説明できればと思うんですけれども、まずはこの ZSA さんの Orix というところのページの方に来ていただければと思います。そうするとこんな形で Orix のコンフィギュレーターというところが出ますので、ここのところからチェックアウト Orix という形で Start Configurating Your Board というふうに出ます。で、デフォルトではちょっとムーンランター出てくるので、ちょっとこの後、変えようとは思ってるんですけれども、一旦こんな形で開いていただくと、簡単なチュートリアルというか、が始まるという形です。ちょっと全部英語なので、なかなかもしかしたら日本語デフォルトの人には難しいかもしれないですけど、簡単なツアーがありますよという感じです。まずですね、基本的にここのサインアップというところから、今後、改めてもう一回使うときとか考えるとサインアップすることをお勧めはします。なので、メールアドレスを登録して、アカウントを作るということはぜひやってください。今回ちょっと、デモなのでスキップはしていますが、私自身もここのサインアップはして、何度も使い回せるようにしています。で、Click here to start making changes 書いてあるModify Layout っていうところを押して、このキーボードのチェンジをしていくと。なので、あくまでこの Modify Layout がない部分に関しては、見本というか、こういうのがキーマップになってますよということが書かれているので、もしチェンジする場合にはこの Modify Layout というところを押すと、ここからキーボード、キーマップのチェンジができる。で、もしこれが全部終わったら次何かって書いてあるかというと、Next といって、Name Your Layout。なんで、ここ適当に、テストレイアウトっていう形にしておきます。なんで、名前を付けてくださいと。そして最後に、コンパイルディスレイアウトしてください。そうすると OK ですよっていうのが一連の流れという形になりますので、全体の流れとしては、ここでアカウントを作り、モディファイをして、キーマップを編集して、最終的にはコンパイルをするというのが流れという形になります。そしたらこれムーンランターで、今回やりたいのは Voyager なので、ここから行っていただいて、Voyager をコンフィギュアという形で押すという形になると、今度 Voyager のデフォルトのレイアウトが出てきて、これはもともとは ZSA さんが提供しているデフォルトレイアウトという感じになります。ここから変更していくという形になります。はい。それでは Modify のところを見ていければと思いますけれども、先ほど申し上げたように、この Modify、つまりこのキーマップを編集するには、この Modify Layout といって押さないと、これ押せそうに見えますけど何も押せないので、あくまで何の意味があるのかってところしか出てきませんので、この Modify Layout というところを押します。そうするとこんな形で編集画面になりますので、Name Your Layout ということで、適当にテストという形に今回打ちますけれども、はい、自分の好きな名前を付けてください。そうするとこんな形の、ところになってきますので、ここから編集していくという形になります。で、レイヤーがここに出ていて、0、1、2と書いてますので、もし追加したい場合には、ここからプラスボタンを押して、ニューレイヤーという形にすることで、レイヤー3、4、5、6という形で増やしていく。最大多分36個とか、それぐらいまでレイヤー敷けるんですけれども、基本的にそこまで敷かないと思いますが、レイヤーを追加する場合には、ここのプラスボタンからレイヤーを追加するということができますよという感じです。で、ここからはレイヤーの移動の部分を説明できればと思うんですけれども、ここに書いてあるようにですね、レイヤーホールド1で1に行きます、2に行きますって書いてあるように、ここを押すとレイヤー1、ここを押すとレイヤー2という形の、これは構造になってます。これホールドの方なので、ずっと押し続けている必要があるんですけども、これは少なくとも押し続けている間はレイヤー1に行きますよ。これは押し続けている間はレイヤー2に行きますよというようなキーマップの配置と。で、例えばホールド2を押している間は、ここのページに行って、ここのキーになるというのがこの意味という形ですので、今回レイヤー1と2しか敷いてないですけれども、もし3とかを押したい場合には、このベースレイヤーというかメインのところに、こんな形で同じような形でどっかのところにホールドしている間は、レイヤー3に飛ばしたい、レイヤー4に飛ばしたいみたいなこともできますし、レイヤー1のところに行った上で、さらにどっかのボタンを押したときにはレイヤー3に行きます、4に行きますみたいなこともできますので、そこはご自由にという形で使ってもらうのがいいのではないかなと思っています。で、続いてキーのところですね。特にこの Voyager 限らず、この Orix さんが提供しているすごくいいところはコンボって書いてあると思うんですけども、このコンボが非常に使いやすいので、そこをちょっと見ていければなと思っています。
コンボなんですけれども、一応ここを押すとですね、ここに YouTube に飛ぶ動画があるので、ここを見ていただけることもできるんですけれども、何が可能かというと、例えばここですね。When tapped, backspace, hold left shift. You can also specify an action to do when double tap or when tapped and then held と書いてあると思うんですけども、他の QMK とか、多分できるとは思うんですけれども、タップしたらこれ、ホールドしたらこれっていうのはよくあるパターンなんですけども、オリックスさんのやつだと簡単にダブルタップしたらこれ、タップしてホールドしたらこれ、みたいな、さらにプラスアルファのアクションも追加することができるというところが面白い部分ですので、これを活用していくというのは一つありかなと思ってます。で、例えばここのキーだったりすると、タップはエンターだけどホールドしてるとレイヤー1に行くとか、ここもタップはタブだけどホールドしてるとコントロールになりますよとか、そういうような敷き方をしてるので、このコンボーズっていうところに関しては、ぜひ対応していただくと非常に使いやすいのかなと思いますので、この辺はこういう使い方、ぜひしていただくといいのかなと思います。で、この設定の仕方に関しては本当にシンプルで、ここでタップしたらっていうところに今回はバックスペースが押されてますけども、ここを例えばレフトシフトみたいな風にすればレフトシフトになりますしっていう、ごめんなさい、これはバックスペースとレフトシフトになっちゃってるので、例えば、スペースに従ったスペースにするとここに変わるということですし、ヘルドのところも今レフトシフトになっちゃってますけど、レフトコマンドが良ければレフトコマンドにすれば、これごめんなさい。レフトシフトコマンドになっちゃってるので、適当にコマンドってやればコマンドになるという形になりますので、こんな形で組み合わせていくということが可能ですし、もしダブルタップしたい場合にダブルタップと押して、じゃあダブルタップしたら0にしようみたいなこともできます。そうするとこんな形で追加されてきますというところです。で、さらにセットキーという形でカラーをセットできるような形になるので、ここのベースレイヤーのところでは設定されてないですけれども、例えば、このレイヤーが押されているときには、このレイヤーっていうのはもちろん物理的なキーのところに表示されてないので、ここに設定されてますよというのを見せるために、例えばここにキーが設定されているということで、例えば黒、青とかを押しておくと、はい、こんな形で光るので、このレイヤー2を押したときに、ここが青く光るような LED に変えられるというところ、このセットカラーというところができて、これ結構便利だなと思っていて、先ほど申し上げたように、このレイヤーを上げたときにカラーをチェンジすることによって、ここに、例えば引かれてないところもありますよね。レイヤーによっては。なので、こことかっていうのは何もない。押しても何も反応がないというところに何もカラーを置かず、この何か押されているところというか、何かキーを設置しているところには色を設定してあげることによって、ここは何かの意味があるんだなっていうところを分からせるために、私に関してはこうやってレイヤーを上げたとき、下げたときに関してのキーのところを引かせるようにわざとしていて、そういう使い方をこのセットレイヤーはできて結構面白いというところなので、そういう使い方をするのもいいんじゃないのかなという感じです。はい。こんな形でレイヤーとコンボについてご説明してきたんですけれども、プラスアルファでちょっと細かい設定もできるというところをご説明できればと思います。このアドバンスセッティング行っていただくと、かなり細かい設定ができるようになっています。はい。なんでここはちょっと今回見ないですけれども、例えば簡単に言うと、例えばコンボのタームですね。どれぐらい押してる時にコンボを発動させるかみたいなところもここで設定できたりもできますし、あとは RGB の設定とかもできたりしますので、この辺はちょっと見ていただくのが、ちょっと自分自身はここあんまりほとんど設定してないような形で、基本的にはもうさっきの言ったレイヤーのところを敷くところと、あとはコンボだけでもう今は私は済んじゃってるので、ここあんまり設定してないんですけども、一応見ていただくと設定することができるよというところはお伝えできればなと思います。はい。こんな形で、じゃあ、組み終わりましたということになったらですね、ここからコンパイルしていくという形になっていきます。で、そしたらですね、そのコンパイルの仕方の前に、私の今回キーマップを簡単にご説明できればなと思います。はい。そしたら私のレイアウト、今こんな感じになってまして、使い始めて約2、3週間ぐらい経って、簡単にレイアウトを変えてみたんですけども、今こんな感じになっているというところです。で、私も先ほどご説明した2つですね、レイヤーとコンボのところをかなりフル活用しているような形でして、レイヤーに関しては2個しか敷いていないという形ですので、デフォルトのレイヤーのままというところになります。で、変えたところでおいて言うと、特にコンボのところを結構変えていて、この部分にエンターがないと困ってたので、エンターを置いたりとか、あとはこの部分にタブを置いたりとか、デフォルトのキーマップのところだと、ノーマルなキーボードから移り変えるときにかなりそこのハードルが高かったので、結構ノーマルなキーボードに似せるような形に設定を切り替えているというのが私の今の現状のキーマップという形になります。はい。そしたら、ここからコンパイルのお話をしていければと思うんですけども、先ほどと画面見ていただいて分かる、これコンパイルディスプレイレイアウトとあるので、ここを押していただくと、コンパイルが始まります。そうすると、このキーマップを今コンパイルしているような状態で、今、何も押せない状態ですよね。なんで今、本当にコンパイル中という感じなので、ここ一旦待ちます。はい。待ったら、こんな形のところになってきますので、ここから何をやるかというと、このダウンロードファームウェアというところを押します。そうすると、
はい、こんな形で bin ファイルという、このファイルが、はい、ダウンロードされるような形になります。bin ファイルがダウンロードできますので、これを使ってコンパイルをするというところです。そしたらこの次にですね、キーマップというアプリケーションを使ってコンパイルする方法をお伝えします。はい、そしたらここからですね、フラッシュの仕方、キーボードの方に先ほどコンパイルしたデータをですね、書き込むところをやっていければと思うんですけれども、フラッシュの方法に関してはこの ZSA のウェブサイトにも書いてあるので、そこをご説明できればと思います。で、単純にフラッシュという、このサイトの URL を入れていただくか、普通にググればこのページ出てきますので、ここに来ていただいてですね、方法が2つありますというふうに書いています。1つは Chrome でオンライン上でやるというものが1つと、もう1つは KeyMap というアプリケーションをダウンロードして使うという方法があって、今回はこの2番目の KeyMap の方をお伝えできればと思います。で KeyMap に関しては、普通にダウンロードをしていただくような形になりますので、ここからですね、Mac、Windows、そして Linux をダウンロードしていただいて、インストールするというところをまずやってください。でこれができると、ダウンロードができてアプリを開くとこんな感じの画面ができますので、もし自分の Voyager だったり、もしくは何かこの ZSA さんのプロダクトをつないでいると、コネクトというふうに出ますので、ここでコネクトというボタンを押します。そうすると、ここに今自分のこのキーボードに入っているキーマップが表示されるという形になりまして、これがキーマップというアプリケーションの中身。これ何がわかるかというと、自分のキーマップがわかりますので、例えば先ほどのページを開いておくっていうのもいいとは思うんですけれども、このアプリケーションを使えば、今このレイヤーは今この状態だけど、例えば1個レイヤーが上がるとこんな感じという形で、リアルタイムに自分の使っているキーボードのレイアウトがわかるというような機能があるのと、あとはフラッシュすることができるというところが主な使い方という感じです。他にも一応ヒートマップという形で何回このキーボードが押されているかっていうところで、これ最初ディセーブルになっているので、アネーブルにする必要があるんですけれども、ただどのキーがどれだけ押されているかって結構気になると思うので、これで見ていただくと、どのキーがよく使われているのかっていうのをカウントしていて調べることができたりとか、あとはトレインという形で、これは先ほどの ZSA のサイトに飛んでですね、トレインモードになってタイピングのトレーニングをすることができるみたいなところに飛ぶことができます。で今回フラッシュをしたいので、フラッシュレイアウトというところを押します。そうすると Select Firmware という形に出るので、ここから bin ファイルを選ぶ。先ほどダウンロードいただいた bin ファイルを選んで、オープンという形にします。そうすると、Press Your Keyboard Reset ボタンというふうに出るので、実際の Voyager のリセットボタンですね。左上にあるリセットボタンをポチッと1回押すと、こんな形で、ファームウェアの書き込みが始まりますので、アンプラグせずに待つという形です。今待ってます。そしたら All Done って書いてあったので、これでクローズすると、先ほどの Voyager が作ったレイアウトで使うことができますので、このレイアウトが変わっているという形です。でもしなんかエラーが出たりした場合には、ここにエラーログが出るような形になっているので、もし自分では解決できないとなった場合には、このログをですね、コピーして ZSA のサポートセンターに問い合わせるということをすることができますという形です。そしたらこんな形で今日は Orix の使い方、そして Orix で作った bin ファイルをフラッシュするキーマップの使い方という2つをお伝えしてきました。Orix さん非常に使いやすくって、先ほど言ったように、私が一番メインだなと思っているのは、レイヤーを簡単に増やせるということ。そしてもう一つはコンボですね。タップしたらこれ、ホールドしたらこれは基本的にできると。プラスアルファでダブルタップしたらこれ、タップしてホールドしたらこれみたいな、より複雑な動作に関しても設定することができるので、自分が好きなアクションというか、コンビネーションみたいなことを組み合わせて作業効率を図れるというところは非常に面白いと思ってますので、ぜひ活用していただいて、1回で完成させようと思わず、まずは仮で作ってみていいと思います。で、使っていく中でこうした方がいいな、こうした方がいいなっていう試行錯誤をする中で、自分のマイレイアウトというものを作ってもらえればと思いますので、ぜひ今回のやり方見ていただいて、ぜひ自分のベストなキーマップを手に入れていただければなと思います。そしたら今日の動画いかがだったでしょうか。今回の動画役に立った、いいなと思っていただいたらぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。これからも電パパ TV ではこのようなキーボード界隈のお話っていうのをしていきたいなと思ってますので、ぜひ次の動画でもお会いできればと思います。何かこういう動画撮ってほしいとかあればコメント欄からお寄せください。また質問とかもあればコメント欄からお寄せいただければ回答させていただきます。今日はありがとうございました。